パーソナルトレーナーのゆうじです。パーソナルトレーニングのお申し込み、お問い合わせは概要欄のメールからお願いします。体脂肪を減らしていくという中で難しいのが食事管理です。特にこのチャンネルは 85% から 90% の視聴者が男性なので、なかなかね、食事を自分で作るとか、そこを調整して管理することが難しい、めんどくさいっていう人が多いとは思うんですけども、今日はね、体脂肪をね、減らしていくために、実際には、僕はずっとね、その体脂肪を落とすことを考えてきて、いろいろね、奥深いところまで意味があることなんだけれども、それをシンプルに簡単にまとめたことをね、紹介していきたいと思います。実際にはすごく効果があることなんだけど、そこをシンプルにまずこれだけやってみたらどうなのっていうことがありますので、そこのね、本当ワンステップ、ツーステップをぜひね、やってみてほしいんですね。その体脂肪を落とすための食事管理なんですけれども、すべての食事を管理して、言うなれば僕がやってるみたいなことをビシッとね、完璧にやれっていう風になると、めんどくさい、そんなことはできない、無理っていう風になると思うんですけど、そういう風に諦めてしまう、できないっていうよりは、僕としてはですね、まずね、一つだけ徹底して続けるということをやってみてほしいんですね。その一つだけを、例えば1ヶ月続けていけば、食事においてその一つのことは管理できるようになった。そうすると次に進んでみようか、みたいな感じで道が開けてくるんですね。その一つがいろいろあるんで、紹介するうちのね、一つだけやってもらえばいいんじゃないかと思うんですけど、まずはね、減らすより正しく食べるということですね。ダイエットとか体脂肪燃焼というと、どうしてもね、あれを食べちゃいけない、これを食べちゃいけない、食べ過ぎない、減らす、食べないとかいう感じに減らすという方に進んでいきがちなんですけど、減らすことだけをやっていくとなかなかうまくいかない場合もありますので、減らすことだけをやるっていう風になると、そこは我慢できない、やれないっていう風にもなりがちなので、そういう風になる前に、まずはね、正しく食べることが必要なんですね。正しく栄養が取れてない体からさらに減らしていくというのは、正直言うと逆に代謝を落としていくことにもなりがちなので、代謝の高い体をいかに作っていくか、そういう食事ができた中で少しずつ余分なものを減らしていくという方が順番としては正しいのかなと思ってるんですね。だからまずはね、当たり前ですけど3食はきっちり食べてほしいということですね。朝食べてないという人も結構いると思います。これはもう絶対に朝は食べなければいけないですし、それがプロテインだけにならないように、基本的にはもう固形物をきちんと食べてほしいです。固形物を朝昼晩必ず食べてほしいです。その3食食べるっていうのは、知ってる人もいるかもしれないですが、昔はそう3食という概念がなかったらしくて、エジソンが会社を作った時に3食を食べよう、ランチタイムにご飯も食べて3食食べようということが始まりという話があって、意外と最近だなっていう、そういうね、驚きもあるんですけど、フィットネス的に言うと3食でなくても4食でいいというね、そういう考えの方が、実際に体を作っている人の中では一般的ではありますよね。だけどその4食が難しいというのであれば、3食は食べるということで、ある程度少しずつ食べていくという方が、1日2食とか1日1食よりは代謝が高くなりやすいので、1日3食は食べてほしいということですね。で、その中で全ての食事において、タンパク質を必ず取ってほしいんですね。このタンパク質というと、やっぱりダイエットというと必ず鶏胸肉かささみじゃないといけないのかっていうふうに思いがちですけど、今この段階ではそこまでこだわる必要はないです。それがね、豚の角煮とかそういうわけではないんですけど、鶏のもも肉ぐらいだったら全然ね、問題なく美味しく食べれると思うんですよ。だからそのぐらいでいいですから、必ずタンパク質を取るということですね。このね、タンパク質を毎食取るということはすごく大事でですね、タンパク質のその肉とか魚を取ると、やっぱりお腹って満腹感を得やすいんですね。で、消化にすごく時間がかかるんですよ。お米よりも消化に時間がかかるので、すぐにお腹が減るという感覚がないんですね。空腹感がないので、間食を食べるということが減ってくるということもあるんですけど、空腹感以外にも実際にタンパク質を取っていることで間食を食べなくなるという研究結果もありますので、朝昼晩必ずタンパク質、肉か魚を取っていくというふうな日常にしていくと、あまり余分なものを食べなくなります。甘いものもあまり食べなくなります。これはね、ぜひやってみてほしいです。それから、白米を食べてる人は、その白米を玄米に変えるだけっていうのもやってみてほしいんですね。量は同じです。茶碗一膳という量は同じ。だけどもそれが白米でなく玄米というだけ。だからこれもね、空腹になるとか、量が足りないとかっていうことはないと思うんですね。これはもちろんね、白米より玄米の方が GI 値が低くて、血糖値が上がりにくい、体脂肪になりにくいっていうのはあるんですけれども、そこの部分とは別にですね、味覚が変わるんですね。白米はやっぱりね、甘いです。僕は普段玄米をずっと食べてますけど、白米を食べると、甘いなっていうふうに感じるわけですよ。でもそれをね、白米から玄米に変えた生活を続けていくと、味覚が変わってくるんですね。白米を1日3食食べてると、その甘さというのが普通になるわけじゃないですか。だけども玄米を食べてると、今僕が言ったように白米を甘く感じるようになってくる。だから甘さに対するこの感覚は結構変わってくるんですね。だからお菓子とかケーキとかいう甘いものっていうのはもっと極端に感じるようになってくるんですけど、そうするとすごく甘いものというのはあまり取らなくなるんですね。例えばコーヒーに砂糖を入れたりだとか、そういうのもなくなってきますし、そもそもね、コーヒーにミル
ルクが入っているのでさえちょっと甘く感じるので、それも取れなくなってくるとかね。そういう意味で白米を玄米に変えるだけで、甘いイコール GH が高い炭水化物糖質をあまり取らなくなるという、その味覚が変わってくるんですね。これを空腹感を感じずやっていけるというのが白米を玄米に変えるということです。量は変えなくていいです。そこから始めていくということ。ちなみにね、パンが好きだという人がいるんですけど、パンはほとんど水分を含んでないので、お米と比べたらやっぱり軽いんですね。お米の場合には水分をすごく含んでますので、お腹にいた時にこれもやっぱり重いです。重いので満腹感もあるので、パンよりはお米の方がやっぱりね、ダイエットはやりやすいです。そういった感じで減らす前に食べる内容を変えていくということをやって、きちんとしたね、正しい食事をして、正しいレベルの太る体を作らないような食事にしていく。で、まずここをやっていく。その後で夜のお米を少し減らしてみる。で、それだけをまず1ヶ月続けてみる。あるいは揚げ物を週6日は食べないということだけやってみる。その一つだけをまず続けてみるということですね、1ヶ月ね。それができれば、どんどん道が開けてくるということですね。あとはね、お酒ですね。お酒もありますけれども、お酒はとにかく飲まない方が当然いいというのは分かりきってるんですけど、お酒が一番やめられない人は多いと思いますね。もうこれね、僕は言う必要もないんですけど、お酒が太りやすいっていうのは、お酒に入っているカロリーとか糖質の問題ではなくて、アルコールを取ると、体には保存できない物質なので、とにかく肝臓をフル回転させて排出しようとするわけですね。だからその肝臓を、アルコールを排出するために全力で使うので、炭水化物がタンパク質を代謝することを置いといてアルコールの処理をするわけですね。そうすると炭水化物がそのままの状態になってしまうので血糖値が高くなる。血糖値が高い状態になるとそれが体脂肪になっていくという流れになってくるので、お酒が直接的ではなく、お酒のせいで糖質を脂肪に変えてしまいやすい状況にしているということですね。あとは当然ね、このもうダイエットは関係ないですけども、深酒をすればするほど、やっぱ脳の細胞が壊れていくと言われてますので、ちょっとね、年齢を重ねてきたら、そこはやっぱりね、控えた方がいいというのはもちろんあります。ちなみに、1日3食食べる、あるいは4食食べる。少量4食とかね。で、その中でタンパク質をしっかりとって白米を玄米にすると、なんかすごくお腹いっぱいで、こんなに食べていいのかなっていうふうな質問される時もあります。全然お腹空かないんですけど、だからお腹が少ないから間食をしないんですけど、そのお腹にあるものの重さっていうのは体脂肪じゃないんですよ。それはお腹にある物質だって、ここにあろうが、ここにあろうが、それは体脂肪ではないんですね。その重さがあるから体重を測って重いというのは全然関係なくて、それは体脂肪として重いかどうかというのは問題なので、お腹に物があって体重が重いというそういう考え方はしないでください。それはお腹を掴んで体脂肪があるかどうか、そこの基準ですからね。体脂肪燃焼には食事のことも考えるけども、当然運動のことも考えなければいけません。で、この運動に関してはもう一つね、この考え方で言ってほしいんですけども、週に1回より毎日です。運動は週に1回より毎日。もうこの方向で進んでください。とにかく毎日燃焼するということですよね。週2回長時間、しかもハイレベルで運動したとしても、残り5日間何もしてなければ、その5日間エネルギーを消費してないことになりますね。それよりは毎日何か運動して、毎日燃焼システムを回すということは大事なんですね。燃焼するということを日常的にしていくわけです。もう毎日毎日ハイスピードで燃焼しているという状況を作ってあげる。休む日を作らないということですね。だから1日の運動量が800キロカロリーで週2回、それが1600キロカロリーというよりも、260キロカロリーで週6日、合計で1560キロカロリーでほぼ同じだったとしても、1週間の総消費量がほぼ同じだったとしても、それを小分けに毎日燃焼させている体の方が、燃やせる体を作ることができるんですね。毎日毎日燃やすシステムを回してあげる。これはね、結構大きいんですよ、実際ね。なので、僕が勧めているバックランジを毎日やっていく。20回3セットを毎日やっていく。これは慣れればそんなにきつい運動でないので毎日やってもいいと思いますし、あるいは筋トレをね、しっかりやってるね、ダンベルを持って重いのをしっかりやってる人という場合には、筋トレを分けて1日15分ずつに分割してやっていくという方法をね、取ってもいいかなと思います。今日は胸と腹筋。2日目が背中。3日目が肩。4日目が腕と腹筋。5日目が足。そして6日目はもう1回胸と腹筋に戻ってくるというような感じで、そのワンパートは15分程度でいいので、それだけをやっていく。その15分を週6か7毎日やっていくという方が、毎日エネルギーを使う燃焼するということになってくるので、週1回あるいは週2回に大量に運動するというよりも、小分けに分けてやってほしいと思います。食事の方も、今言った運動の方も、正直ね、今すぐできることだと思いますので、体脂肪をね、落としたいという人はね、今すぐね、食事の方もどれか一つやってみてください。そこを始めていくことで、どんどん体はね、いい方向に変わっていきますので、まず一歩を踏み出す。一つを続ける。そこだけをね、やってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタなどもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。